やってほしいことだけ伝えても動かないんですよ、本質はね。大体人を動かさないっていうのは、こういうことをちゃんとやってないんですよ。シンプルに言ったら一つは、本当にそう思ってない。だから僕的にはノンバーバルが本質を伝えると思ってくれると。はい。だから、言う側が、管理職が本当にあなたのためとか、はい。あなたのことを思ってとか、部下に言うときに、本当にそう思ってなかったら、ノンバーバル出ちゃうんですよ。表情とか、目線とか、声のトーン、態度とかですね。本当に自然な形で無意識に伝わっちゃうんですよね。無意識に伝わっちゃう。だから、繰り返しますけど、言葉だけが立派でも、思いがこもってなければ、この声動かないんですよ。いやいや、そんなこと言ってもね、という人もたまにいるんですけど、そういう時は僕こう言いますよね。いつものパターンですよ。じゃああなたさ、と。大好きな異性の相手がいて、告白するときに、それ一生懸命伝えようと思って、何を言うかも一生懸命考えるかもしれないけど、一生懸命多分ノンバーバル伝えてますよ。あなたが好きだって時に、目をそらして、ね、表情も普通、ノーマルで、声のトーンも低くて、こんな感じで、好きとかって言いますみたいな。絶対言わないよねと。もっと言うと、あなた逆の立場だったら、そんなことで、こんな感じで、俺、あなたのことが好きだわ。こんな肘ついて、こんな声のトーンで、こんな表情で言われても、何みたいな。なるでしょと。自分が逆の立場になった時に、やっぱいろいろ心が動いた、感情が動いたようなシチュエーションをちゃんとやっぱり想像して考えると、何よりもなぜとか、ノンバーバルなところに動かされてるわけですよ。なので、はい。結局ワットだけ、やってほしいことだけ伝えても動かないんですよ、本質はね。なんでそれをやらなきゃいけないのかとか、なぜそれが必要なのかとか、なぜこの仕事にこういう意味があるのかとか、怖いがあることで人は自分事として動き出すきっかけになりますから、大体人を動かさないっていうのは、こういうことをちゃんとやってないんですよね。シンプルに言ったら一つは、本当にそう思ってない。本当にっていうのはどこまでかって話ですけど、そう。別にそれを成し遂げたいと思ってないとか、会社から上司からさらに上の上司から言われたからやってるとか、とりあえず適当に言っとけよと思ってやってるとか、結果そうなんですよ。やんなきゃいけないからとかってすごいドライすぎるか。それじゃね、やっぱ本質的には僕は動き出さないですよね。動いたとしても本当にロボットですよ。だからその、仕事はお金を稼ぐためだけのもんだからみたいな人を増殖させちゃうわけですよ。なるほど。とにかく管理職としての初級は、まず1対1でその部下、メンバーとかと喋って、心を動かせない人というか、部下のこうやる気というかですね、できない人は、そもそも無理ですよね。でもこれはやろうと思ったら誰でもできますよ。本気になれば。本気になってない人が多いことと、そういうことをすごいドライに考えすぎて、やらない人が多いだけですよね。でもとにかくもう一回言いますけど、管理職としてそれができなかったら、人巻き込めないんで、基本ダメですよ。だって仮に経営者だったらどうするんですか？経営者が自分の会社をこうしたい、ああしたいとかってファッションなかったら、ね、人はちゃんとついてこないんですよ。僕もすごい自分に言って聞かせましたけど、経営者が自分の金だけ儲けりゃいいんだよと。自分だけ裕福な暮らしできればいいよと。もし心の中で思ってたりとか、本質的にそういう感覚だったら、やっぱりそういう部下とかメンバーしか来ないですよ。もう来ない。実践ポイントとしては、心を動かす伝え方の技術みたいな偉そうに言いますけど、実はやっぱ自分がちゃんと信じていることを語るんですよ。自分が信じていること、思っていること。これがやっぱり自然と、だって自分がそう思ってんだから、ちゃんと勝手にノンバーバルなとこ走るんですよ。思ってんだから。信じてるし。信じてないことは全然、ノンバーバルなとこがマイナスに出ます。あの人本当にそう思ってるよみたいな。だからこう、人を動かすって考える前に、まずは、自分はこう思ってる。こう信じている。っていうことをやっぱちゃんと本気で語るんですよね。本気で語るってことはとにかくだからその自分が思ってることを信じてるんだから。その手前でもっといくと、例えば会社でもよく言うのは、仕事を頑張って成果を出すことが必ずブーメランになって、あなたの人生豊かになることにつながりますよと。仕事で頑張って成果を出すことがブーメランで、あなたの人生の良くするものとして返ってきますよと。それは自分がそうだったからと。
自分がそうだからと。これは本当にそう思うと。僕は思ってるんで、言っていくとこう熱くなってこう語れちゃうわけですよ。なるほど。仮にこれが論理的に語れなかったとしても、はい。本当にこんだけ言ってる、こんだけ喋ってる、繰り返しこうやって言うってなったら、本当にこの人はそう思ってんだなってわかるんですよ。なんとなく伝わるわけですよ。そうすると、もしかしたらそうなのかもしれない。いや、確かにそうだなとかって、やっぱ向こうもこう考え出してくるわけですよね。だから、とにかく自分が信じてることを思ってること、なぜ自分が仕事頑張ってるかとか、なぜ管理職になったのかとか、管理職として何をしようとしてるのかとか、それはなぜだからとか、そういうことをちゃんと整理して伝えるっていうことですね。伝える前に自分のホワイを自問、セルフコーチングでもして、ちゃんと整理しましょうですね。はい。結局、やっぱり何を言うかって、またこれより戻る人がいて、感情を揺さぶる言葉はどんな言葉かとか、何を言ったらこの人はこれが動くのかって、また何々に入ってっちゃう人がいるんですよ。そうじゃなくてと。何を言うかじゃなくて、自分が信じていること、思っていることを語るんですけど、さらに言うと、向こうが聞いてるその感情、向こうの今の感情になるべく寄り添っていく姿勢は大事ですよね。確かに。この言葉を言われたらこの人はどう感じるかなっていうのを、はい。とかこの話をこういう風なニュアンスされたらどう感じるのかなっていうのを想像しながら寄り添っていく姿勢。であとはもうちょっとテクニック論、これがうますぎても嫌ですけど、ノンバーバルの力は結構重要なんですよ。だから目を見て話す、熱を込めて話す、熱を込めてじゃ何ですかって言ったら声のトーンとか、大きさとか、喋り方とか、時には笑顔とか、真剣な眼差しとか、相槌とか、こういうのもやっぱりそういうホワイを支える表現ですよね。本当にそう思ってんだよということですね。これは練習するしかないですね。はい。ちょっとまとめると、やっぱ管理職として、こういう初級の感じで必要なのは、言葉の技術ではなくて、ちゃんと思いを伝える力であると。思いを伝える。それは自らのホワイがあってこそ成立するんだと。結局人は正しさでは動かない。人の情熱によってやっぱ感情が動かされるので、それがまずチームを動かしていくスタートでやるべきことですよ。っていうことですかね。ありがとうございます。はい。本日、心を動かすリーダーの伝え方と、What ではなく Why で人を動かすというテーマについてお話をさせていただきました。ぜひ練習して、実践していただけると、どんどん部下の行動も変わっていくんじゃないかなと思います。はい。貴重なお話ありがとうございました。本日は心を動かすリーダーの伝え方、What ではなく Why で人を動かすということでお話をさせていただきました。ありがとうございました。